皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。以前の動画で S システム開放を紹介しました。今回は本邦の興味深い特徴の一つをお話しします。S システム開放とは、代謝反応ネットワーク解析のために提案されたバイオケミカルシステム理論、略して BST の定常状態濃度計算のためのアルゴリズムを利用する求根法でしたね。理論の詳細は前の動画第8章8の15をご視聴ください。また、本邦のプログラム文第9章9の9をたどれば、計算の流れを深く理解できると思います。今回の計算では本プログラムを使います。関数 y イコール x の3乗マイナス 6x2 乗プラス 11x マイナス 5.5 の根をニュートン・ラプソン法と S システム開放により求め、その性能を比較します。本関数の曲線を図に示します。根は曲線が x 軸を交差する x 座標値、すなわち x イコール 0.8085 です。その右側の x イコール 2.58 付近に極小値があります。ニュートン・ラプソン法を本関数へ適用しました。プログラムへの関数式の記述はこのようになります。最初に初期推定値を 1.0 として計算しました。計算結果を示します。この場合、6回の反復で根を探し出すことができました。次に初期推定値を 4.0 としました。本邦の特徴を知っている人はどのようになるか予測することができると思います。そうです。極小値の両側で接線を引いては交点を求める計算を交互に繰り返し、そこから抜け出すことができません。結局、反復回数の許容値30を超えたため計算が終了しました。次に同じ関数に S システム開放を適用しました。計算式は図のように正の値を取る項と負の値を取る項に分けて書きます。最初に初期推定値を 1.0 として計算しました。結果を示します。ニュートン・ラプソン法の場合と同様に、無難に7回の反復で根にたどり着きました。次に初期推定値を 4.0 としました。計算結果を示します。これより分かるように、この初期推定値においても根を9回の反復で探し出すことができました。さらに初期推定値を10万としました。結果を示します。この場合もまた14回の反復で根を探し出しました。この結果から S システム開放の2つの特徴が明らかです。1、初期推定値から根の間に山や谷があっても、本邦ではこれらを乗り越えて根に到達することができる。いつもこうなるとは断定できませんが、興味深い性質です。これは
本邦が本を対数空間で探すため、障壁の形状が変わり、これを乗り越えて本へたどり着くことができるものと考えられます。2、初期推定値が根から遠くに設定されても、基本的に10回程度の反復で根にたどり着く。これも根を対数空間で探すことによることは明らかです。すなわち S システム解法では広い範囲にわたり収束計算が相対誤差の2乗の速度で進みます。一方、ニュートン・ラプソン法では初期推定値が根から遠くに設定されると計算は多くの場合収束しませんが、収束する場合には反復回数が増大します。このニュートン・ラプソン法の特徴はよく知られていますね。以上から S システム解法が優れていることがお分かりだと思います。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネルの登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。